はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、こちらのパジェロミニが私の愛機としてまた追加されましたんで、フリードはまた追加でまだありますけども、増車ですね。それでこちらの方のお車を使ってですね、新輪機関ユニット越前西武1号線のスノーアタックまではいかないですけども、多少この4駆性能がね、そこそこどれぐらいなもんかっていうちょっとしたチェックも兼ねてきてますんで、それの動画となっております。よろしくお願いします。福井はこの前の大雪ですごく雪降ったように思いますけども、最近晴れ間とか雨が降ってましたので、この通り今これ除雪してない道なんですけども、積雪量はそれほどないですね。この道は除雪はされておりません。で今ここ日向で10センチもあるかな。この日陰ぐらいになると15センチぐらいかなっていう状況下です。はい、今後国道とかこういった荒れた道とか雪道とかの動画になりますと、このパジェロミニ号通称を変えることを言わせてもらいます。これを主体として使っていきます。そしてこの車のお値段が13万円で込み込みで23万円という車ですので、トラブルも多数あるかもしれません。それの絡みの動画はサブチャンネルの方でいろいろやってきますので、サブチャンネルの方の登録もよろしくお願いします。で軽くスペックを言っときますね。これ平成10年型20年落ちですね。相当ですね。もちろんパートタイムで4駆となっております。タイヤの方は現在今ついているのはこちらの方ブリヂストンの DMV3 かな。ですから去年の型ですから、まだ最新型ですね。で溝もまだまだバルブでございます。ホイールはなぜか日産のマーク、これキックスのホイールですねが入っております。なかなか安い価格では買いましたけども、基本的には問題ございませんでした。現状は出してもらったんですけど、そこそこちょっとした部品とかは買いましたけどね、ワイパーとか。今後ちょっとしたこういうチューンはいかないけど、そういう車関係の話はサブチャンネルの方でやっていきますので。では中に入ってまいりました。今から走っていきます。この状況から今始めていきますけども、とりあえず性能比較ということで、とりあえずこちらの切り替えレバーは今 FR の肉の方から始めていきます。で肉でどこまでいけるかですよね。いけると思いますけどね。越前西武林道1号線をとりあえず目的地はキャンプ場があります。上の方にキャンプ場ありますので、そちらの方までの目的地とします。今 FR で発進しました坂道ですね。とりあえずちょっとしんどいとこですね。もう今ちょっとガタガタガタとなってますね。ゆっくり行きます。はい、もうアウト肉ではもうこんで終わりですね。じゃあ4駆のはい入れときます。それでいきますね。はい発進します。 4H へ入れました。いきます。それでも坂道発進だからしんどい。あまり空回りさせないようにいきます。やっぱすごいね。やっぱね、こうやって進んでいきます。ここからは日陰区間となっておりますんで、さっきの言ってみたら15センチぐらいの道ですね。スイスイとは言わんけどちゃんと進んでますね。であくまで今日はもうテストなんで、あまり無茶しません。あまりやばいと思ったらやめますんでご了承ください。こっからはあれだな、枯葉、雪がない。結構な上り坂ですね。ちょっと勢いつけましょう。でもこうやって登ってくんだからすごいよね、やっぱね。どうなんだろう。別にそれほど今の状況でホイールスピンをめっちゃしてるわけではないですね。そしてまた雪が多いぞ。ちょっと勢いつけていきましょうか。ちょっと深いぞここ。ダをまっすぐにして OK。 頑張れ頑張れ。フリーだったら完全にアウトですねこれはその辺が楽しいですよね。さあちょっとここから坂道が登っていって、そして雪が歩け
けどまだ大丈夫でしょう。ここからまた雪が深くなってくるかな。滝が倒れてるけどこれぐらいならいけるでしょう。これもまたよいしょ、あれですね、フリードでは絶対できないことですよね。もう結構滑ってます。ちょっと片側路面を出していきましょう。はい、行こう。でも楽しいよね、こうやってね、こういうとこ行けるっていうのはね。フリードだったら絶対無理ですよ、こんなん。はい、またちょっと深いで、深い雪っていうんじゃなくて、雪はそんなにないかもしれないんですけど、湿ってるんですね。だから滑りやすい、福井特有の雪でもありますんですけども、それがなかなか厄介なんですね。ちょっと四駆は久々なんでね、僕も昔ラブ4の初期型乗ってまして、5速 MT の車だったんで、デフロックが切り替えできるやつでした。フルタイム四駆ですけども、デフロックができる、センターデフロックができるやつを乗ってました。でさらに僕ラブ4なのにリアにトルセン LSD 入れてたんで、そこそこちょっと四駆の知識がないわけではないですから、でそういうとこも昔行ってましたんで、ちょっと久々なんで、これリハビリ的というか、そんな感じでこの程度のところへやってまいりました。でも草がひどいね。雪もひどいけど草がひどい。ここちょっとひどいですね。ちょっと飛ばし気味でいきます。楽だわ、楽、ほんと楽。絶対こんなもんフリードやったら、フリードで行くもんじゃないんですけどね。この余裕は全然ですよ、ほんと。ただね、四駆だからって過信しちゃいけません、ほんと。そこだけは気をつけないと。ここちょっと雪が深い、ちょっと気をつけよう。ちょっといっぺん降りましょうか。この状況ですね、こういう状況を今から登っていこうと思っています。でも間もなく目的地のキャンプ場は近いとは思いますんで、スタックはしないとは思います。でスタックしたところで一応その脱出する術は持ってますんで、ご安心ください。無謀なことはしませんから。じゃあこの状況で行ってみましょう。このロードクリアランスがあるのが助かりますよね。はい、ロードクリアランスこんなんですね。せっかくなんで 4L にしてみましょうか。試しですからね。 4L はトランスファーを押しながら前に出します。そうすることによって 4L になって、駆動力の高い四駆となっております。坂道発進です。力強いですね。ここは結構きついかもしれない。一応なんだろう、うまいことグリップしてますね。パジェロミニは一応そのリアにオプションで LSD も組み込めるそうです。この車はどうかなんです分かんないですけど、今の状況ではそこね、片輪スタックとかしてないですから分かんないですけど、はい、難所はクリアしました。余裕でしたね。さすがです。4H にしました。さすが誰も来てないですね。ここが金華山グリーンランドとなっております。人誰も来てないという感じで無事に到着しましたね。素晴らしい。チェック完了です。たまにね、こうやって見ないと、やっぱ普通じゃないとこを走るってことはあまりよろしくない状況になりかねませんからね。深いとできますよ。ここも結構な積雪だと思うんですけどね。じゃあせっかくなので廃墟キャンプ場行ってみましょう。どっちやったっけな、こっちか。さすがに誰も来ないね。湿った雪だから大変だこれ。これは 4L の方がいいな。よいしょ、4L 入れます。でも結構ここはきついかな。これはきついか。
深いな、ここ。深い深い、めっちゃ深い。ちょっと開けてみようか。ああ、もう床下いっぱいぐらいですね。気をつけましょう。あまり無理はしないでいきましょう。難所はクリアしました。すげえ頼もしいな。でさっきも言いましたけども、まあ多分リアの LSD は入ってないと思いますよ、この車。おそらくですけども。それでもこの程度ならいけるんですからね。大したもんですよ、本当。こちら見に行くと廃墟のキャンプ場があります。じゃあ行ってみましょう。 4L のままです。結構な上り坂。あー、ここはきついぞ。あまりアクセルを踏み込まないで行きましょうね。アクセル踏めば踏むほど深みにはまっちゃいますから気をつけましょうね。ここは深いかな。ちょっと深いぞ、気をつけましょう。ここ吹き溜まり。あ、でもぐいぐいちゃんと吹き溜まりの深い雪でもなんだろう、ちゃんとトラクションかかってますね。ゆっくりですけどね。雪道の安心感ってのも必要ですけども、何より僕が必要だったのはそのタイヤの性能を活かせる車が欲しかったんですね。フリードだとどうしてもノーマルのタイヤじゃないとダメじゃないですか。でこういう車ですとマット系タイヤですとサイドウォールとかが弱いんですね、タイヤって。そういうのを保護する車のタイヤが欲しかったんで、それをつけられるのがこのパジェルミニとかだったんで、すっごくお念が嬉しいですね。だから夏のガレ場とかそういうバーストしやすいところがいけるってのはいいですね。そしてこれハイキャンプ場ですね。木が倒れてる。これはちょっとね、踏むとパンクの可能性あるんでこっち行きましょうね。ああ、行くね、素晴らしい。足跡あるんですけど全部動物の足跡です、これ。そしてここもハイキャンプ場の施設ですね。昔ここに、ここちょっと深いかな、きついか。でも行ってる、大丈夫。多少怖いなって思うんですけど、それでもグリップを失ってないですね。だから全く止まる気配がないから、その辺が安心感あります。タイトコーナーブレーキング現象ってのがありますんでね、乾いた道ではこの4区の切り替えはしない方がいいかなと思ってます。こういうとこだからね、いいですけど、ここが昔の温泉施設が普通に開いてんだ。一旦ちょっと止まりますね。せっかくなんで。ここ廃墟群なんですよ、実は。一大レジャー施設のハイキャンプ場でした。で、前ここの動画出てますけどもね、めっちゃ普通に開いてる。まあこういうところで獣がいる可能性があるんで気をつけましょうね。まあ温泉施設ですよ。普通に入れますね。うわー、すごい。ちょっと獣がいるとやばいんでたまに使い出します。結構立派な施設だったんでしょうね。あんま中まで入るとあれなんで、この辺でやめていきましょう。おお、すごい。なんで廃墟探索になってるんだ。ここから先、ちょっとせっかくで行ってみるか。地下、露天地下風呂です。行ってみましょう。急な階段だな。ここから先は宿泊の方の部屋となります。すごい、宿泊部屋まであるんだ。下もあるんだ。すげえ。